んこんにちは、ピノミです。今日の動画ではシルファーム X についてお話をしていこうと思います。もし今現在シルファーム X について施術検討してるよって方であったり、どんな症状に適用するかっていうのを気になってる方いらっしゃいましたら、ぜひ今日の動画参考にしてくださいね。今回ですね、シルファーム X を合計で5回受ける予定なんですけど、そのうちの2回目の施術をクリニックで受けてきました。そもそもなんで私がこのシルファーム X の施術を受けようかと思ったかについてちょっとだけ経緯を説明させてもらうと、まず私がこのシルファーム X で改善したい悩みっていうのが、ぼんやりとした顔にできたくすみとレーザーでは取るのが難しい薄いシミ、そして肝斑の治療のためなんです。これなんで急に気になりだしたかっていうのにもきちんと理由があって、もう人生の半分と言ってもいいほどニキビに悩まされてきたっていうことがあって、その結果ニキビ跡っていうのに本当に長い間悩んでいたんですね。で、そのニキビ跡の治療も兼ねてダーマペンっていう施術をかれこれもうだいたい20回以上はしてきたんですよ。そのおかげでこのニキビが出続けたことによる顔のざらつきとかごわつきっていうのであったり、張り感のない肌っていうのを肌質改善するってことはもうダーマペンすごく効果があって結果得られたんですけど、それに比例して今度は今回気になっているこの顔全体ぼんやりとしたくすみと、あと薄いシミ、そして同時にこの目の下にぼんやりとできていた肝斑っていうのが再発するスピードが速くなって、だいたいここ1年くらいで自分で手に負えないくらいになってしまったんですよ。これまでの対策としては定期的にグルタチオンの服用をしたり、あと長くてだいたい3年以上はビタミン C とグルタチオンのサプリメントっていうのを毎日欠かさず飲んで、内服薬ですね、内面からのケアでそれなりに効果を出していたので、症状を気にすることっていうのはなかったんですよ。そこで美容皮膚科に行って診断されたのが、まさかのこのダーマペンのしすぎでシミやくすみ、さらには肝斑を誘発させてしまってるっていうことだったんですよ。こういったシミ、くすみ、そして肝斑の治療って、例えばレーザーとかピーリングでですね治療したとしてもまた再発してしまうっていう可能性が高くて、なんかこのいたちごっこのようなイメージがあったんですね。それも含めて先生にこういったその場しのぎにならないような治療方法はないのかなっていうのを先生に相談したところ、今回ですねシルファーム X の施術をおすすめされたんです。このシルファーム X 自体、例えばダーマペンとかポテンツァのようにマイクロニードルですね、針を当てていくのは同じなんです。で、このシルファーム X は直接肌に高周波のラジオ波をこうやって入れることによって、これまで治すのが難しいとされていた肝斑の治療も期待できるんです。今まではこの表皮部分にぼんやりと浮かんでいた肝斑をレーザーやピーリングで目立たなくするところまではできていたんですけど、このシルファーム X によって表皮の下にある肝斑が発生してしまうところの原因の部分に直接アプローチして治療ができるため、根本的な治療っていうのが見込めるんです。これ結構肝斑で悩んでる人に朗報ですよね。あとは肝斑だけじゃなくって、表皮と真皮にある基底膜といって、この基底膜が衰えると皮膚の新陳代謝とか防御機能が低下して老化が進んで元気のない肌の原因になるんですけど、シルファームによってこの基底膜を修復したり、私のこのくすみの原因であるダーマペンの外からの刺激で異常に増えてしまった毛細血管っていうのを減少させて肌の赤みを改善したり、肌の透明感や張りを出す、そして毛穴とか小じわ、たるみにも効果があると言われています。例えば肌のメラニンに血管の赤みが混ざったくすみの場合、シミを取るようなレーザーであったり美白剤を使用した治療っていうのは残念ながら赤みには効かないので、根本的なくすみの解決にはならないんです。で、まさに私のこのくすみの原因もこのメラニンと血管の赤みが混ざったくすみだったんです。こういった悩みに全般的にアプローチできるので、ぜひ回数重ねて効果高めてやっていきたいですよね。ここでしっかり回数を重ねて続けていきたい治療だからこそ、気になるのが1回あたりの金額です。
こういった美肌治療っていうのは正直なところ1回や2回やったところで大きな劇的効果っていうのは得られるのはやっぱ難しいと思っていて、だからこそこの続けやすい金額っていうのも大事な要素の一つだとは私思ってるんですよ。私の通っているクリニックではシルファーム X の1回の施術ですね、全顔全部の顔に行う施術1回で25,000円です。そこにオプションで症状に合わせて薬剤を追加していきます。先生の説明ではもちろん薬剤によって効果の違いっていうのはあるんですけど、結局このマイクロニードルで高周波のラジオ波を直接肌の中に当てることが何よりも一番意味があるっていう説明をいただいたので、個人的には薬剤の方ちょっと費用を抑えたくって、私はトラネキサム酸ですね、1回4400円、このオプションをつけました。ちなみにこの薬剤成長因子とかベビースキンとかにすることもできます。なので1回薬剤込みで全顔ですね、29,400円でした。そしてここに別途麻酔が必要な方は麻酔が必要になってくる感じです。一般的にこのシルファーム X の相場感ですかね、だいたい1回あたり2万円から34,000円で、そこに薬剤の代金が乗っかかってくるような感じなのかな。費用が比較的安いなっていうところは、もしかしたら例えばこの肝斑ができる可能性がある部分のみっていう風にしてるところもあるので、こういった部分的なのか全顔にするのかっていうのは確認が必要かもしれません。この麻酔自体がオプションだったので、顔全体に塗るクリームの麻酔が1回3,300円で、シルファームって目のまぶたの部分とか際近くまで施術することが可能なので、ここに麻酔をする場合はシールなんですね。でこの麻酔のシール自体1回1,500円で合計4,500円だったんです。今回麻酔しなくてもできるのかなって思って、できたらやっぱり少しでも費用を抑えたいじゃないですか。なので、一応今回麻酔クリームは購入したんですけど、部分的にですね、麻酔クリームを塗らずに試して、あとこの目の上と下に貼る麻酔テープは貼らずに今回施術を行ってみたんです。結果的にこの麻酔を塗らなかった部分に関しては結構痛かったです。けど超絶痛いっていうまでではなかったんですよ。ちょっと分かりづらいですよね。我慢はできるけど涙と冷や汗は出てくるようなイメージで、結構こういった施術って顔が力んでしまうと思うように効果発揮できなかったりするので、もし痛みに相当強いよって方じゃない場合だったら、個人的には麻酔テープした方がいいのかなって感じはしました。ただこのまぶたと目の際ギリギリまでに関しては麻酔シール貼っても貼らなくても正直なんか変わらなかったなって感じがしたので、麻酔テープに関しては必要ないのかなって感じでした。ここで施術2回目の前と後の様子です。全体的にまだまだくすみと薄いシミ、特に右の目の下にぼんやりとした肝斑があるのが分かりますよね。これが施術が終わった直後です。全体的に顔に赤みがあるのが分かります。家に帰ってきた頃、施術から1時間ほど経っているんですけど、だいぶ赤みは落ち着いてきました。これが翌日の様子です。赤みもなくってダウンタイプはほぼないのが分かりますよね。そしてこちらが1週間経過した時の様子です。結果としてはまだ正直施術前との違いがわからない感じなので、あと3回施術していく予定なので今後の効果に期待したいと思います。もし今日の動画少しでも参考になったよって方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた皆さんお会いしましょう。またねー。